ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。この動画は濃いめのガンダムオタクレ夢ムと、ライトユーザーのマリサがガンダムを解説していく動画だぜ。なるべくガンダムに興味がない人でも興味を持ってくれるような、そんな動画を目指しているわ。ぜひガンダムを好きになってほしいのぜ。高評価とチャンネル登録もよろしくね。さて、今回はギリアンダルシアの解説をしていこうかしら。あら、アムロとかシャアじゃなかったのぜ。そうしようかなと思ったのだけれど、リクエストがあったのよね。なぜハサウェイはギリを助けたのって質問だったのだけれど、それならそのままギリの解説もしちゃおうと思ったのよ。なんだぜ。ただ、小説版とアニメ版で設定が違うことも多々あるのがガンダムだから。今回の解説は、劇場版2作目、2作目で全部ひっくり返されて、全部間違いですってことになりかねないのよね。まあ、それも世の常、ガンダムオタクの楽しみの一つということで、恐れずバンバンやっちゃうわ。というわけで、今回も前編は初心者、ライトユーザー向けの、ゆるめの解説。後半に、ガチめのギリ解説、なぜハサウェイはギリを助けたのかの考察を語ろうと思うわ。なんだぜ。では、早速軽めの解説をいこうかしら。さて、このギリアンダルシアって子なのだけど、まあ、パッと見ただけだと、なんかよくわかんないけどやべえ女って感じよね。まあ私も魅力には思ったし、好きにもなったのだけど、なんでそう感じたのかよくわからんのぜ。不思議な子よねまあ、面白い女くらいに思っていれば良いと思うわ。もちろん、良い意味でね。雑なのぜ。あともう一つ、ハサウェイにぞっこんってこともね。そういえばやけにハサウェイばっか気にしてたのぜ。そうなのよ、なんか二人の男の間で揺れ動く女みたいなイメージあるけど、ぶっちゃけギリは不動よ。小説の描写で補足しつつ、の解説というか、心情の動きだけれど、ギリって、まあかなりモテる子みたいなのよね。そんな中、あの場でただ一人ギリに寄っていかなかった男がハサウェイだったのよ。なんだぜ。イメージとしては、北風と太陽の童話かしらね。なんだぜ。ちょっと違うけれどね。でも、ケネスも含めて今まで寄ってきた男たちとは違う対応を、それもそれなりに礼儀を持ってされたから、ギリの方も敵意とかではなく、好意的な印象を持った上で興味を惹かれたのだと思うの。確かに、ギリから見たらハサウェイだけが異質だったってことなのぜ。からの、テロリストに対してヒーロー的な立ち回りを見せたのだから、普通に考えたらみんなメロメロになるわ。確かになんだぜ、おばあちゃんまで握手求めに来てたのぜ。ケネスだってぞっこんになって、舞台にスカウトしまくるレベルなわけだしね。というわけでギリは、別にハサウェイとケネスの間で揺れ動いたりなんかせず、あの時点からハサウェイに対してまっすぐなのよ。そんで地球に降りて話したら、あれ、ゾッとしてマフティーじゃねってなってさらに思いは加速してハリケーンよ。ただ、押村区は、おそらくギリは相手に追いかけられるのには慣れてるけど、追いかける方には慣れていないっぽいのよね。だから、男を振り回す魔性の女ムーブは得意だけども、ハサウェイは距離を置こうとするから、余計に躍起になっちゃうんじゃないかしら。でも、ギリの方から誘う場面結構あったのぜ。そうね、でもよーく見てほしいのだけれど、どうも、断られることを考慮していない感じの、推しの強さがあったように思うのよねなのぜ。これって、相手が自分に好意を持っていると分かっている状況での動きだと思うのだけれど、うっかり裸を見られて、謝られるどころか咎められて、嫌いだな、とまで言われるなんて人生初めての経験じゃないかしら。つまり、ギリからしたらハサウェイは、ちゃんと礼儀正しいし、親切だし優しいから、自分のことを嫌ってはいないのはわかるのだけれど、押しても押しても一向になびかない、異質な男なのよね。なるほどなんだぜ。あとは、そうねギャップ萌えという穴にはまってしまったのかもね。おとなしそう、優しそう、寄ってこない、良い人そう。すごい強かった、ヒーローやんけ。いやテロリストのリーダーやんけ。どんでん返しが2回もあるのぜ。とんでもないギャップよねそして悲しいかな、ギリは追ってくる男に対しての対処しか知らないために、当てつけのようにケネスに懐いてみせたり、抱きついてみせたりするけれど、ハサウェイには全然通じず、実際ケネスと二人の時は事務的な会話ばかりなのよね。ケネスもケネスで、ハサウェイの前でしか、ギリを口説かないし、この人の関係は不思議な可愛さと面白さがあったわね三角関係になるのかなとか思っていたけど、蓋を開けてみたら全然違ったのぜ。だから、見ていて不快にならないのかもしれないわね。良い作品なのぜ。続編が本当に楽しみなのぜ。そうね私も期待して待ってるわ。というわけでライト向けなさらっとしたギリの解説、考察は、ギリはギャップ萌えにハマってしまった子って感じかしらねやべえ子に見えてない面は乙女なのよ。可愛い子なのぜ。さて、ぼちぼちガチ勢向けのガチ解説、考察に入ろうと思うんだけれど。なのぜ。ついさっき、やべえ子に見えてない面は乙女って言ったじゃない？言ってたのぜ。でもね、さらにそこからよーく見ると。やべえ子に見えたけどやっぱり可愛い乙女だった、と思ったらやっぱりやべえ子だったわってなったのよね。ねえマリサ、燃える街で逃げ惑って、なんとか命からがら助かって、あくびをしてから、怖かったね、で済ませられる？
確かになんだぜそこは見ていて、ちょっと怖かったのぜ。ちなみに、小説版でのハサウェイの内面描写なのだけれど、ハサウェイ自身も、ギギの表現ぶりを見て、どう考えたらよいのかわからずに顔引きつらせてるわ。だから多分あのシーンは、視聴者とハサウェイが同時に、なんだこいつって思ってるシーンよね。まあ私も思ったのぜ。でもねマリサ、私がさらに困惑したのは、次の日の描写なのよ。なのぜ。次の日、ギギは何を食べていたか覚えてる？もちろん覚えてるのぜ。美味しそうなステーキだったのぜ。あの映像を見た後、お腹空いて肉食べたくなったのぜ。そうね、ちなみに小説版では何を食べていたのかって描写はほとんどないわ。ハサウェイがトースト、ギギがエッグスタンドに乗せたゆで卵、ケネスがベーコンとスクランブルエッグ、だったと思うわ。見逃しがあったらごめんね。まあつまり、何を言いたいのかというと、あの食事の献立は、映画スタッフがわざわざ選んで、あえてしっかりと見せたシーンってことなんじゃないかしらね。なのぜ。さて、ここで少し質問なのだけれど、ねえマリサ、アニメって本当に進化したわよね？映像はすごく美しくて、音響も素晴らしくて、火のきらめきや速度の描写とか、どんどん進化してるわよね。なのぜ。綺麗で迫力あって、臨場感も半端なかったのぜ。でも、ずっと昔から、一切進化できていない部分があるのよ。なのぜ。見ている人には一切伝わらないもの、だけど絶対にハサウェイやギギがその場で感じているもの。それは、匂いよ。確かにそればっかりは全然わからんのぜ。もちろんもっと言えば味覚とか痛覚とか色々あるのだけれど、特に今回は匂いで考えるべきことがあるかなと思ったのよ。なのぜ。ねえマリサ、想像してみて。逃げ惑う人々と、炎に焼かれる街。絶対に、人が焼ける匂いがしていたはずなのよ。なのぜ。あんだけ怖くて、悲鳴を上げて、人が死ぬ街を逃げ回って、次の日の朝食はレアかミディアムのステーキもぐもぐよ。しかも美味しそうに食べていたのぜ。私も初見は、美味しそうなステーキ、お昼はステーキにしようかしら、なんて考えちゃったけれど、何度も見返してくないに、あれって思うようになったのよ。そうなると、違和感はどんどん出てくるわ。ギギは NT というよりも、ただ感がとびきり良いだけ残って考察とかをどこかで見たのだけれど、それすごい納得しちゃったのよね。そうなのぜ。街で逃げ惑うシーンの違和感が、まさしくそこで、ギギは、目の前の恐怖と迫ってくる死に対してはものすごく怯えるんだけれど、人の死に関しては驚くほど鈍感なのよ。どういうことなのぜ？前作の、クエスの例を思い出してほしいのだけれど、あの子はガチのニュータイプよね。そうなのぜ。しかもサイコフレームなしでファンネルを使える強力な子なのぜ。さて、そんなクエスが初めて戦場に出て、どうなったかしら？人の死を感じ取って、人が自分の中に入ってくると言って怯えていたわよね。そういえばそうなのぜ。基本的にニュータイプって、ああいう経験が初めてだと人の死を敏感に感じてしまう描写多いけど、ギギは戦いが終わったらケロッとしてあくびして、次の日ステーキパクパクよ。だからおそらく、ギギはニュータイプではないか、あるいは極めてその部分が弱い特殊なニュータイプだと思うわ。なるほど、なんだぜ。じゃああの勘の良さは何なのぜ？そうねこれは例えなのだけれど、ギギは、クエスでも、ましてやララーでもなく、コナン君なんじゃないかなって思ったわ。ニュータイプって感覚で色々言い当てるけれど、ギギって、冒頭でケネスが結婚指輪を外す羽目になった、ってとこまで当てたじゃない？最初の、なんだこのやべえ女ポイントなのぜ。でも、ニュータイプってそこまで具体的に当てるタイプじゃないのよね。だから、徹底的に理論と理屈を説明して、あなたはこういう人でしょと推察するのはニュータイプではなく探偵とか占い師とかかなって思ったのよね。確かに、ギギは序盤でケネスに対して、なぜそう思ったのかを全部解説していたのぜ。なので、ギギの勘の良さは、ニュータイプ的な勘ではなく、天性の観察力と洞察力から来る、予言に近いレベルの推察なのかなって思ったのよね。なのぜ。だからこその欠点もあるのよね。それは何なのぜ？ハサウェイが指摘した通りよ。言葉で人が殺せる、ということへの想像力が多分ないのよ。目の前で起こっている事柄に対しての、深い観察力と洞察力はあるけれど、今そこに全く存在しないものへ対しての想像力がない、と見たわ。そしてその、ないものへの想像力というか、勘の力こそが、ニュータイプの勘だと思うのよね。だから私は、ギギはニュータイプかどうかまではさすがにわからないのだけれど、カミーユとか、クエスやララー的なニュータイプの力は、非常に弱い、あるいは全くないと判断したわ。なのぜ。まあ可能性としては、さらに進化したニュータイプってケースもあるかもしれないけどね。というと？これもまた、現実を引き合いに出した例え話なのだけど、人間ってずっと昔のご先祖様は、お魚だったじゃない？なのぜ。そうして進化の過程で肺呼吸という力を身につけたけど、エラ呼吸という力を失ったわ。つまるところ、進化は対価でもあるのよ。状況に応じた、ね。
というわけで、ギリは戦いに利用されたり、死者の念に引っ張られる何かから解放されるため、その部分が進化体化して、特化したニュータイプ、なんて説を考えたりもしたわ。ほほう、なのぜ。一応根拠としては、長谷川雄一先生が昔書いた、V ガンダムの外伝作品に、ニュータイプのさらに進化した存在として、心で嘘をつけるニュータイプが出てきたのよね。懐かしい作品なのぜ。ちなみに、いつぞやの G ジェネに登場した木星 G さんと、どこかで見たことあるようなモビルスーツ、ガンプも出てくるわ。さらにのちなみに、なのだけど、そのガンプの切り札は頭部のカバーをぶち壊して、中から出てきたとある機体のおでこから出す、ハイメガキャノンよ。読んでいて、うおーってなったのぜ。そういう意味では、どこぞの作品の、とある双子の兄弟も、実は劣化じゃなくて進化したニュータイプなんじゃないかとこっそり思ってたりするのだけど、まあともかく、ギリの直感はニュータイプ的な感ではなく、名探偵とかガチの占い師とかが持ってる観察力と洞察力で当てるパターン、と私は見たわ。とまあ、ギリの考察はこんな感じかしらね。レイムさんや。最初に言った、なんでハサウェイはギリを助けたか、って質問に答えてないのぜ。いけないわ。つい楽しくなって好き勝手語ってしまったわ。まあ、なんで見捨てなかったのか、を簡単に言うと、ギリに嫌われると、正体を暴露されるかもしれないっていう打算と、クエスみたいな感じの子を見捨てられないっていう、ハサウェイ自身のトラウマから来たる生の本心みたいなものがあって、それらが、さっさと捨てろっていうマフティーの感情に勝ったからって感じかしらね。ちなみに、ここも個人的な主観なんだけど、ハサウェイは、穏やかで優しいアムロ的な本来のハサウェイと、冷徹で過激な行動に走ったシャア的な思想を持つマフティー、二つの間で揺れ動いてる感じに思えたわ。だから、アムロ側によればきっとなんとかなるけど、シャア側によったら待ってるのは破滅よね。ただそれでも、シャアとの決定的な違いは、13歳の女の子を利用して、思ってたのと違ったから戦闘マシーンにして使い捨てたシャアと違って、マフティーとしてもギリを遠ざけようとしているのが、どこかに組めないのよね。多分シャアなら、適当に機体持たして利用して、途中から甘えられたら迷惑に思って使い捨ててたわ。シャア、それと、これも余談なのだけれど、ギリは美人だけど、絶世の美女ってわけではないらしいわ。そうなのぜ。と入っても私の考察とかではないわ。誰のなのぜ？我らがレインエイムくんよ。レインくんなのぜ？そうよ、これは小説版で、レインがギリを見た時の内面描写なのだけれどね。はっきりと、ギリよりもメイスフラワーの方が美人だったって書いてあるのよ。ほえなのぜ。だから案外、ギリみたいな子は探せば結構いるのかもしれないわね。なのぜ。さて、最後は少し駆け足になっちゃったけれど、先行のハサウェイのギリ解説、考察はこんなところかしらね。もう12部を超えてるのぜ。今日も見てくれてありがとうね。チャンネル登録者数も、再生数も、グッド評価もすごい増えてるのぜ。私も驚いているわ。そして、次の動画、この動画が再生数少なかったらとか、そういう怯えが自分の中に生まれてきているのを自覚しているわ。なのぜ。次回は何を語ろうかしらね。候補はあるのぜ。一応、アムロ、シャア、ケネスの3人か、マフティーメンバーまとめてか、モビルスーツの解説ちょろっと、考察妄想メインなんてのもそのうち出したいのだけれど、やりたいことが多すぎて参ったわ。なのぜ。ともあれ、今日の動画はここまで。もしよければ、画面右下からチャンネル登録とグッド評価ボタンを押してもらえると嬉しいわ。よろしくなのぜ。では、ぜひまた見てね。またななんだぜ。